キキー、カラ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 、キキー、カラ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 。新一さん目を疑いました。小さな子供がどうも、島田秀平です。始まりました。島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ、今回は投稿階段です。本当いつも皆さんね、たくさん素晴らしいお話、貴重なお話送ってくださってありがとうございます。今回は5人の方のですね、お話を紹介していきたいと思います。最初に名前言っちゃいますね。ヒデさんという男性の方、パッチリ二重さん、沖縄在住の方ですね。そして B 子さん、そして、大山階段会さんですね。はい、鳥取県の方。そして最後がみーママさんから送っていただいたお話、今日は5話紹介していきたいと思います。今日ですね、紹介をさせていただいた5人の方、番組特製ステッカーの方、プレゼントさせていただきます。ぜひね、概要欄にありますメールアドレスの方に、ステッカー係というね、タイトルで連絡先送ってほしいと思います。2枚組、悪霊退散と開運のステッカー、プレゼントいたします。ぜひはちょっとね、気長に待っていてほしいなと思います。でさらにですね、引き続きぜひ皆さんよかったら体験談の方をお送りください。こちらのね、概要欄のメールアドレスの方に、送っていただけたらと思います。さあ、もう早速行きましょう。素晴らしいお話5話、紹介していきたいと思います。まず1話目、ヒデさん、男性の方から送っていただきました。ありがとうございます。いつも楽しく拝見させていただいております。自分は昔、貸し切りバスのドライバーをしていました。その前は旅行会社で長年勤務をしていました。同僚の経験談とか、バスガイドさんのね、経験談、数話ありますんでお送りいたします。すべて事実ですという。結構ね、この業界ね、たくさん不思議体験されている方多いですもんね。これはですね、同僚のドライバーの、仮にですね、新一さんというドライバーさんから聞いたお話だそうです。いきます。新一の運転するバスは福島県に入り、会津を見学し、県内の温泉の方に向かっていました。古い家並みが昔の街道筋であったことを想像させる、そんな道のりでした。そしてバスは温泉街の方に入っていきました。その中でも代表する大きなホテルへと到着をしたんです。新一は簡単にバスを洗車し、宿に入りました。いつものようにトレーナーと白いジャージに着替えて、乗務員用にセットされた夕食をレストランの一角で食べました。一人なので話す相手もなく、そそくさと平らげ、その足で大浴場へと向かったんです。これがいつもの新一さんのパターンだったそうなんですが、ほとんどのですね、お客さん、この時間というのは宴会や食事をしているので、だいたいこのお風呂がね、貸し切り状態になっていると。何よりも一番のんびりできる贅沢な時間だったそうなんですね。部屋に戻ると冷蔵庫に持ち込んで冷やしていた缶ビールをプシュッと開け、ごくごくと飲んだそうです。生き返る。一日ね、運転の業務お疲れですしね、その後貸し切りのね、大浴場に入った後ですから、新一さん、この瞬間がたまらなく好きだったそうなんです。そして、バッグの中から地図を取り出し、明日のルートを確認するんですが、特に今回は東北なので難しくもなく、すぐにその地図もしまったそうです。何をしようかな。何気なくテレビのスイッチを入れ、またビールを口にしたそうです。テレビを見るわけでもないんですが、一人でいると寂しいので、いつもテレビはつけっぱなしにしている、そんな状態だったそうです。朝早かった新一さん、眠くなって部屋の照明を落とし、テレビをつけたままベッドの方に潜り込んだんです。すると、あっという間に睡魔に襲われ寝入ってしまいました。カラ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 、キー、カラ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 、キキー、カラ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 、キキー、カラ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 。
金属のような音で新一さんは目を覚ましました。これ何の音だ？新一さん目を疑いました。小さな子供が三輪車に乗り、部屋の中をぐるぐると回っているんです。その金属音の音源というのは三輪車を漕ぐ音だったんです。なんでこんな深夜に？新一さんは、僕、どうしたの？こんな遅くに、声をかけました。三輪車の男の子、こちらの方を見てニコニコと笑っている。はははははは。ははははははは。笑い声が部屋の中に響いたそうです。そしてその後、男の子は笑いながら客室のドアをすり抜けて外に出て行った。翌朝、新一さんはチェックアウトの時に、フロントでこのことを従業員さんに話したそうです。このホテルのお坊ちゃまですかね。夜遅くに元気ですよね。なんか三輪車に乗ってね、僕の部屋に昨日遊びに来てたんですよ。従業員さんの顔が変わりました。とても不思議そうな顔をしている。するとその後すぐに支配人が出てきたそうです。するとそのホテルの支配人から、どうぞちょっとこちらへということで事務所の方に案内されたんです。支配人は言いました。実は数日前、このホテルのお子様と仲のいい子が道路を挟んで向かいに住んでいるんですが、三輪車で遊んでいる時、交通事故に遭われて亡くなってしまわれたんです。そして支配人は新一さんに封筒を差し出したそうです。これ何ですか？このことは他言されませんようにお願いしたいんですが、ホテルにとっては変な噂が広まれば死活問題、封筒には現金が入っていたそうです。夜中ね、自分が寝ていると部屋の中にね、三輪車に乗った男の子、普通に考えたらおかしいんですけど、ちょっとこう寝ぼけたのもあって、何かこのね、旅館かなんかの息子さんなのかな、元気だなぐらいに思ってたと。で、翌朝従業員の方に何々話すと支配人が出てくるわけですよね。で、支配人の方がね、ちょっとこれでなんとかっていうふうに封筒を出してくるということは、心当たりがあった。もしくは同じようにそれを目にした。で、やはりそれはこの世のものではないっていうことを確認した人が何人もいたんでしょうかね。いや、すごいですね。やっぱりこういった業界の方ですからね。なんか聞くのが、こういう旅館の時、ちょっとこうなかなか普段はとかちょっとこう曰くがあったりする部屋っていうのはお客様には出さない。でも添乗員さんとかドライバーさんとかっていう旅行会社の方、そういう方っていうのはある意味お客さんなんだけどお客さんじゃないっていうね、方たちにそういう部屋が当てがわれやすいって話聞くんですよね、旅行会社の方に。だからね、結構こういう方たちっていうのは不思議な体験をしやすいって話があるんですけど、もしかしたら、その部屋というのが何かちょっとこうね、不思議なことが起こりやすい部屋で、だからこそ亡くなられてしまったそのね、男の子が姿を現したのかなっていう。いや、ちょっと不思議な話ですね。はい。最後にね、男の子の成仏お祈りいたしますというふうにね、メールの方を締めていただいてました。ありがとうございました。さあ続きまして、沖縄に在住パッチリ二重さんから送っていただきました。ありがとうございます。4年ほど前に公開された動画で、点と点が線でつながったという不思議な体験をしたんで、島田さんに伝えたくて今回メールをさせていただきました。おかえだメールでね、4年ぐらい前の動画をご覧になって、これ自分もっていうふうにこうなんかつながったそうなんですね。その動画というのは4年ほど前、中山光太さんがゲストで赤い男の正体みたいな動画を上げられていたと思うんですが、その動画なんです。これめちゃめちゃ怖かったんですけど、ちょっと概要欄と貼っときますね。ぜひ皆さんちょっとね、その方の動画も合わせてね、ちょっとご覧いただきたいと思います。これが一つではなく、複数起きてたんだってことになると、という話なんですね。小さい時、よくレジャープールに行っていたんです。中山光太さん
このお話の舞台もプールでしたよね。そこでなぜか波の出るプールの手前でよく溺れる赤ちゃんを見ることがあったんです。それも歩き始めたくらいの赤ちゃん。赤ちゃんはよくわからずにプールに入っちゃって流されて苦しそうにしている。だからね、それに気づくんで、わーっと言ってもすぐにね、助けて抱きかかえるんです。で、近くで、そのね、赤ちゃんのお母さんが、なんか友達なんかと話にね、花を咲かせてて、我が子がまさかプールに行って溺れてるなんて夢にも思ってない。ってことなんで、へーって気づいて、ありがとうございます。なんでうちの子がみたいなことで、このね、パッチル二重さん、何度もそういった赤ちゃんを助けることがあったそうなんですね。いや、毎回ね、いや、我が子の心配ちゃんとしてよ。子供が溺れたらどうしようとかいう危機感ないのって、毎回そういうふうに思うんだけど、その一方で、なんでこういうシチュエーションこんな多いんだろうという不思議な感覚もあったそうなんですね。で、さらに、波の出るプールっていうのは常時3名くらい監視員も立ってるんです。監視員がいるのに子供がこんな頻繁に危機にさらされている。おかしくないですかと思っていました。そして時は流れ、その中山浩太さんの赤い男の正体という動画を拝見しました。その時にある記憶が蘇ってきたんです。そのレジャープールは廃業なのか、もう跡形もなくなってるんですが、全然忘れてたんです。そして波の出るプールの近くにはロッカールームの建物があったんですが、何か違和感のある格好をした全体的に赤い印象の男性が変な動きでロッカールームに入っていくのを見ました。そこで振り返ると赤ちゃんが溺れてるっていう。そんな感じだったんですけどもね、コウタさんの話。その男性、間違いなく赤い男の顔だったんです。コウタさんが、そういった赤い男性を見ると何かっていうね、良くないことが起こるって話をされてたんですが、このパッチ二重さん、見た男性というのも間違いなく赤い男の顔だったという、つながっちゃったんですね。死神は幼い命さえも狙うんでしょうかと思ったら震えました。そしてその姿を見てしまった意味とは何だったんでしょうか。でも本当にパッチリ二重さんいてくれてよかったですよね。これがプールに現れる赤い男。現れるのはプールだけなんでしょうかね。よくね、白っていうのはまあいいんですと。ただ赤っていうのは危険なんですって話、幽霊でも聞きますよね。赤い男ですからね、これがどういった存在なのかわかりませんけども、ちょっと本当に今後もね、皆さんもしプールだけじゃなくってもね、どこかで赤い男見たら、もしかしたらそれは死神がそういうふうに見えることがあるのかもしれないので、ちょっとね、その近くに注意を払って何か今危険が起きてないのかね、そんな風にね、ちょっと皆さん、ちょっとこの話覚えておいてほしいなというふうに思いました。ありがとうございました。さあ続いて女性 B 子さんから送っていただきました。ありがとうございます。私の体験談を書いてみました。これめちゃくちゃすごい話なんですよ。不思議なコインランドリーの女という話です。ある土曜日の午前中、3歳の娘を連れてコインランドリーに行った時の出来事なんです。土曜日の午前中、いいですね。明るい時間帯ですけども、当時我が家の洗濯機が壊れてしまい、新しい洗濯機が届くまで私は娘とコインランドリーに通うのが日課になっていました。娘はですね、洗濯中に隣に休憩スペースがあるんですが、そこにね、子供用に置いてある絵本がね、何冊かあったんで、それを読むのを楽しみにしていました。その日、コインランドリーに行くと、50歳代ぐらいでしょうか。女性がベビーカーをね、台車代わりに敷布団を乗せて、その上に乗ってると。意味わかりますか？ベビーカーの上に敷布団を引くんですよ。で、その上に乗っている女性がいると。で、その女性、それで移動しながらコインランドリーのね、なんかその洗濯機の方に顔をつけるようにしてこうやってね、多分だから腹ばいなんでしょうかね。ベビーカーの上に布団があって、その上に乗って、顔をつけるように一台一台、なんか洗濯機の中を覗いてるんですって。覗いてしかも回ってると。
何かをね、探している様子なんです。コインランドリーを何周か覗いた後、部屋全体に置いてあるものまで一つ一つ、やはり顔を近づけるようにして、ってなんか見て回ってる。なんか探してる。私は嫌な予感がしたんで、その女性を見ないようにして、早くこの場から立ち去りたいという気持ちを抑えつつ、自分の洗濯物をささっとコインランドリーのね、洗濯機に放り込みましたと。そしてふと、その女性が私の後ろを通った時、見ちゃったんですけど、ベビーカーの上に乗っているその敷布団、血で真っ赤に染まっていることに気がついたんです。女性はその敷布団をコインランドリーに詰め込むと、洗濯機を回してふらーっと外に出ていきました。その女性がいなくなり、少しほっとした気持ちで娘の方に声をかけようと見ると、隣の休憩スペースに入ろうとするんですが、その手前で立ち止まってるんです。そして何かをじっと見つめて、その部屋に入るのをためらってるんです。なんでためらってんの？娘の視線をたどって先を見てみると、そこにはさっきの女性が血の気が失せたような真っ白い顔で娘を見てニヤニヤ不気味な笑いを浮かべて椅子に座っていたんです。驚いた私は今日は帰るよと娘の手を引いて足早に立ち去りました。なんでしょう、こちら不思議というかもうめちゃくちゃ怖いんですけども、幽霊なのか幽霊ではなく本当にそういった人がいたのか、いずれにしてもねとても怖いんですけども、もし幽霊じゃないとしたらですよね、そのベビーカーの上に敷布団を引いてこうやって何かをずっと探してたと。で最後ねその血だらけになった敷布団を洗濯機に入れていなくなったと思ったら、奥にいて娘さんを見てずっとニコニコ笑ってた。その時に血の気が失せたような真っ白い顔だったってなると、あの布団についていた血というのはこの女性の血だから、もう出血で血の気が失せたような真っ白い顔になっていたのか。逆にもし幽霊というような存在だった時、いろいろ考えちゃうんですけど、なんか50代ぐらいの女性がベビーカーの上に布団を引いて何かを探し回っていたって話ですよね。もしかしたらなんですけど、ただね、こういうある状況で勝手に想像すると、ベビーカーですから、もしかしたら自分の赤ちゃんが何かの事故なのかわかりませんが、いなくなってしまった。それが自分のミスなのかわかりませんが。で、その赤ちゃんを亡くしてしまった、いなくなってしまった赤ちゃんのことを探して、で、本当にやっぱり自分の子供がいなくなるって本当に辛いですよってなると、もしかしたら本当は年齢的に若いんだけども見た目的には50代ぐらいのお顔に見えるようなぐらいと疲れ切ってしまった。そこでもしかして自分で命を絶ってしまったなんていう方が赤ちゃんをいろいろくまなく探しているという、そんな悲しい幽霊だったら切ないな。そして最後に3歳のね、可愛らしい娘さんを見てニヤニヤしていたというのは、子供を自分が亡くしてしまったというところで、そういったね、小さな子供を見てニコニコと笑っていたのか、もしくはどういった笑いなのか分かりませんが、見つけたと思ったのか分かりませんが、そういうことなのかなとか、いろいろね、悲しい想像もしてしまいました。これいかがでしょうかね。皆さんどう思いますか。さあ続いては、大山怪談会さん送っていただきました。ありがとうございます。私は鳥取県に住むもので、家にまつわる不思議な話投稿させていただきます。エアガンの隠し場所という体験談です。これすごいんですよ。今から25年ほど前、中学校でエアガンが流行っていましたが、学校ではエアガンは危険だからという理由で遊ぶことが禁止されていました。
そこで先生や親には見つからないように隠れて遊んでいたんです。エアガン自体も家の押し入れの奥とかね、絶対に見つからない場所に隠していました。ある日、新しい隠し場所がないかといろいろね、友達同士で探していたところ、友達の一人が住む家なんですが、そのね、ところに、使われていない2階があるんで、そこいいんじゃないって話になったんです。その友達の住まいは、空き家を借りてたんですけども、2階というのがですね、前の住民の方の物置のようになってて、そこが手つかず、ほとんど使われてない状態で、2階建てなんだけども、2階はもう誰も使ってない。もうまんま前の人の物置みたいな感じで残っていたらしいんですね。そこで2階に初めて上がり、エアガンの隠し場所として最適なところはないかといろいろごそごそと漁っていました。すると、物で塞いである謎の小部屋があることに気がついたんです。入ってみるとそこは4畳一間のとても小さな部屋なんですが、正方形の畳が十字の形になっているという奇妙な部屋でした。どういう状態でしょうね。でもね、最適な広さ。ただ、その部屋驚いたことに、中央に小さな昇降台と人の家のような写真があったんです。みんな気持ち悪くなり、すぐにその部屋から出ました。不思議なことが起こったのはその後です。夜寝ていた時、布団の上を何者かが何やら歩いている。見るのは怖くてあまり見れなかったそうなんですが、それが何度か続いたそうなんです。考えたところ、その同級生ですね、その家に住んで同級生ですが、寝ていたところのすぐ真上というのがこの謎の小部屋だという、位置関係だということが分かりました。それからその同級生は同じ町内に引っ越し、その空き家はその後取り壊されました。あの謎の家のような写真は謎のまま。なお、後から分かったこと、その同級生が住んでいた借家は近所から幽霊屋敷と呼ばれていて、近寄る人はいなかったんだそうです。そういった場所に住んでたんですね。また、畳を十字にするというのは不吉ということから、建築業者などは絶対にしないということです。何かを封じていたのではないかなと思ったりもします。以上ですという。ちょっと前にね、吉田桃さんが畳の置き方で、いい悪いがあるんだよとか、昔ね、切腹をするね、場所というのはこういうふうに畳をね、引いていたんだよとか、お寺さんはこうなんだよとかっていう、あんまりいい置き方と良くない、置き方というのが実はあるんだって話があるんですけども、ここもね、ちょっと十字、これちょっとどういう感じかわかりませんけども、ちょっとなかなか見ない形だったということは、何か特殊な、部屋として使ってたのかなという。どうなんでしょうかね。隠し部屋。でも昇降台と家のようなものがあるってなると、そこは封じていたのではないかという話ですけど、封じていたというか、何か、外にあまり漏れたくない方をそこで、祀っていたというか、昔の家というのはいろいろありますからね。悲しい歴史もありますからね。外にはね、そこに暮らしてないよということにしているような存在の人がいたのかもしれないですよね。で、その方が亡くなったから、わからないようなところにそのね、ご昇降台とってことで、そういう部屋ってのを作って、それ専用の場所にしていたのかもしれないですよね。だからそうなると、布団の上をね、何やら歩いているんですっていうのは、大人というよりも子供だったのかなとかね。ただね、周りからは幽霊屋敷と呼ばれていた。そこにね、知らずにそこに今住んでいたということなんですけども。いやー、ちょっと鳥取県の話、すごい話、ありがとうございました。さあ、ではね、最後です。みーママさんから送っていただきました。ありがとうございます。早速ですが、私自身の体験談、お話をさせていただきます。ありがとうございます。20年前の高校1年生の夏のことです。当時の彼氏と夏祭りに行きました。
会場から自宅までにお寺があり、祭りを楽しんだ後、余韻に浸りながら、彼と夜道を歩いて帰宅途中、お寺に着く手前あたりで雨が少し降ってきたんです。最悪、雨やん。しかもちょうどお墓の前。なんて二人で言いながら過ぎ去ろうとすると、本殿の入り口に誰かが座っているような気配を感じました。実は私も彼も見える方だったんで、お互い分かってはいたものの、気づかないふりをし、お互いに何も言わずに通り過ぎようとすると、明らかに入り口の階段あたりにずぶ濡れの女性が座っていたんです。明らかに今降っている雨の量ではない濡れ方でした。すぐに走りました。走って家に帰りました。帰ると母が、お墓やろと聞いてきたんです。と思い、詳しく聞くと、実は母も学生の頃に同じ経験があったそうなんです。このお寺にはずっと昔、客間に井戸があって、お寺の管理をしていた女性がこの井戸に身投げをしたそうなんです。それが毎年行われているこの夏祭りの日だったそうなんです。実はですね、当時の彼というのが今の主人です。もう高校からね、お付き合いして結婚もされて、時々祭りの時期になるとこのことを思い出しますが、あえて夫婦でその話はしないようにしています。すごいですね。お母様もね、以前ね、若い頃に見たということなんですね。でしかも、その夏祭りの日にそういった悲劇が起きてしまって、夏祭りの日に、その女性が見える、ずぶ濡れになっているというのは、雨ではなく井戸で濡れたずぶ濡れということなんでしょうかね。あとこの見えるっていうのがね、お母さんが学生の頃で、この B ママさんも高校1年生の夏、学生の頃、ちょうど一番多感な時期という、そういう時期に何か見える、その日に見えるっていう、未だにね、未練を残されている方、そんな存在がいるのかなというお話でしたけども、自分だけではなく彼氏、今の旦那さんですね。そして若い時にお母様も見ている。しかも同じ日ということで、やはりここには何か不思議な会があるのかなというふうに思いました。ありがとうございました。さあ今回5人の方、お話紹介させていただきました。ステッカーの方プレゼントしますので、ぜひね、概要欄にあります、メールアドレスの方に連絡先送ってください。ステッカープレゼントさせてもらいます。ありがとうございました。そして引き続き皆さんぜひね、不思議体験ありましたら、同じアドレスの方に不思議体験送っていただけたらと思います。お待ちしております。というわけで今回は投稿怪談をお送りいたしました。ありがとうございました。下田修平のお怪談巡りでした。